夫が第二夫人を迎えるなら、私も第二夫を迎えたいと思ってしまう。第二夫人との行為を目にするのはトラウマになりそう。もし夫を本当に愛しているのなら、本当に愛していたら全てを受け入れられるという考え方もありそうですね、第二夫人にいくらぐらい毎月かかるんでしょうかみたいな話があったりとか、ここ誤解してほしくないんですけど、第二夫人をあなたも迎え入れてみたらいいんじゃないのっていう感じで、私が提案してるから。はい、こんにちは。今日なんですけども、今日は皆さんお待たせしました、ポポちゃんでございます。イエーイ。今さっきポポちゃんのお料理教室、前はミーゴレンを作ったんですけども、今日はマレー風のカレー料理を作りました。辛さがちょっと違うみたいな。あー、正解。すごいね。この全体だけ、みんなも一緒に一旦避けようかな。ということで、前にポポちゃんが第二夫人を迎えられて、で、その後っていうのもお話いただいたんですけども、すごいコメントいただきました。なんと225コメントをいただきました。ありがとうございます。で、そのコメントに対して私も質問しながら答えてもらおうかなっていう風な感じで今日はやっていきたいというふうに思います。まずね、すごい良かったことからちょっと話していきたいなと思うんですけども、ポポちゃんすごい感情もありながら、こうして全てを受け入れるってすごいめちゃくちゃ興味深い話だよね。あとポポさんすごいね、寛容で謙虚、正直、イスラムからたくさん学んでもっと素敵な人になってください。ありがとうございます。明るくて心の寛大さに驚きました。ポポちゃんが明るくて魅力的すぎる第二夫人に第二夫になれませんか？この男の人からのコメントだよね。嬉しすぎる。何ですかもう。で、本当ギャルって情に熱くて強い。本当のギャル。あれ最初のね、ギャルからイスラム教に。前の動画でシンガポールに移住してきた理由とかを話してるんですけども、ギャルだったんだけど、今の旦那さんと出会って、イスラムの改宗されて結婚されたんですけども、ギャルってそんな強いの？ギャルは芯がありますね。ね、すごいね。でも明るくていいなっていうね、そんな意見がすごく多かったです。いやでもマジでほんまにこれは私ももうポちゃんの心の広さっていうか、柔軟さと素直さがあるから、今のこういう形式の結婚の形も受け入れだと思うし、あとはコメントに対していいねが多かったことっていうのが、夫が第二夫人を迎えるなら私も第二夫を迎えたいと思ってしまう。旦那さんが第二夫人いるんやったら自分も第二夫がやりたい、普通に思ってしまう感情かもしれないよね。平等ってあるというね。あと一夫多妻制は神聖なものでもなくて、単純に子孫を切らさないために昔の権力者、男の人がそれっぽくでっち上げたことが始まるなのではないかってどうしても思ってしまいます。あと男の人に都合のいい宗教だと思いました。すごいね。それに254ね、すごいいいねがついてて、それに対してコメントいただいたことなんですけども、厳しい規律がある宗教は自然環境が生き残るために厳しい土地で生まれます。生きるための知恵だったとも言えます。例えば禁酒の決まりがあるのは降水量が極端に少ない土地から生まれます。飲酒すれば喉が渇き水をたくさん飲みたくなるからです。一夫多妻制は子供を産む能力がある女性を経済的地位的に力がある男性が女子供を守るためでもあったわけです。男に都合が良いわけではなく生き残るための必要だったんです。一夫多妻制の国でも経済力がなければ複数の妻は持てません、養えませんからね。これすごい理にかなったことを、この方調べられたかご存知だったかっていう感じでコメントをしていただいたんですけど、すごい分かりやすいなっていうふうに思ってて、人間が暮らしていくための
ための宗教がこういうふうにあったのかなっていうふうな意見で。そうですね、今私コメントをピックアップして書いてんねんけど、ここには書いてないリストにあんねんけど、今こそ日本は少子化やんか、それこそ日本で一夫多妻制みたいなのやって、子供とかが増えていく方がいいんじゃないかっていう意見があったの。でも、私もそれ思う、っていうのでちょっと他のコメントにもあってんけど、戦争でさ亡くなっていく旦那さんとかが多い中での未亡人を救っていくためのこういう形式があったっていうのもあったみたいね。めっちゃ真面目な話してる、そう奥さん妊娠中にバタムに行って第二夫人連れて帰ってきた、急に一緒に住まわされてるって何の罰ゲームっていうコメントがあって、102それに100人いいねついてるんですけど、これ急にな話じゃないよね。全然むしろこれ私たち夫婦の計画的にちゃんと私がちゃんと理解した上でのこれだから、全然罰ゲームとも何も私は思ってないし、ちゃんと計画されて、ココちゃん自身も了承してちゃんと話し合いの中でされております、ちょっと割と過激なコメントとかもすごくあったんですけど、それは私は通報したり削除したりとかしてるんだけど、これはちょっと言い過ぎちゃうかなって思いながら、で夫に複数の妻がいて、その妻たちも複数の夫がいるっていうなら平等でいいと思う。これさっきとか、さっきも、同じようなね、やっぱこういうふうに思う女性みんなやっぱ対等でいたよね。これ絶対コメント女性ですもんね。そうやな。私だったら、もし旦那さんが宗教関係なくね、その第二夫人を迎えるみたいな感じになったら、思いますか？いや分からへん分からへん。でもなんかやきもち焼くよね結局。でもそこを強い違う宗教の気持ちがあれば、そこをカバーできるのかもしれないけど、私はそれがないから単純にやきもち焼いてしまうって気持ちと、私も平等でいたいっていう気持ちがある。でもそこでもし私も第二夫がいました、で夫が第二夫人いましたって言ったら、じゃあやきもち焼かないかって言ったらそれはないと思う。それはやっぱりそこは違う。やきもちはずっとあると、宗教ありきの第二夫人を迎えるって話かなっていうふうに私はちょっと感じるかな、だって私も実際本当にやきもちないですかって言われたらあるもん。あったもんね。それはあるもん。でも嫉妬みたいな、なんかこうちょっと憎しみみたいなのは一切なくて、純粋になんかもうやきもちだよね。やっぱだって旦那のことは愛してるわけだし、私もね。やっぱりその旦那さんのその寛容さというか、腕にかかってるっていう、そうやっぱなるよね。そう結局ね、結局はね、これもね、第一夫人第二夫人が幸せになるかどうかは全てこの旦那次第なんですよね。なんかこの第二夫人を迎えるにあたって、その人それぞれ迎える理由も違うと思うんですよ。だからここも結構重要っていうかポイントだと思ってて、うちは旦那のお父さんが一夫多妻で4人の奥さんがもともといて、で私のだから旦那自体が25人兄弟だけど、お父さんの場合は子孫を本当に残したい、未亡人じゃないけどまだ結婚できてない女性を純粋に、こう愛して救いたい、愛したい、で、それによってこう世界平和でやっぱり愛が広がる、幸せが広がっていくっていう考えの人だったけど、うちの旦那の場合はそうではなくて、私が旦那の愛情が本当に強いから愛を分担するために第二夫人をあなたも迎え入れてみたらいいんじゃないのっていう感じで私が提案してるから、これは旦那がしたくてしてるっていうよりも、そうだね、ここ誤解してほしくないんですけど、そういう意見多かったね、結局も旦那さんが無理やりポポちゃんに頼んだみたいな感じのなんかコメントが多かった。多分ね、そうじゃなくて、ここちゃんとね、誤解を多分皆さんも解いた方がいいなと思ったのは、うちの場合は旦那が自分が好きでやってるとか、旦那の意思でっていうよりは、旦那は私のことをすごい愛してるから私一人でいいんだけど、逆に私がその愛情がすごい強いがゆえに旦那さんにちょっとあなたの愛はすごい深いから、ちょっと私一人では受け止められないので、一夫多妻制があるならあなたもお父さんがそうだったんだから、ちょっとやってみるのもいいんじゃない？そしたら第二夫人にもやっぱ愛情がいって、こんなにたくさん愛にあふれてる旦那の
こう愛がもったいないから、分配しましょうみたいな私が提案してることなんですよね、おぽちゃんの愛がすごいってなるから逆にだからなんか私発信なのでこれはね皆さん誤解しないようにだからこのコメントにあった第二夫人ってお手伝いさん兼愛人感覚じゃんっていうのもあったんやけど、実際はどんな感覚で？まあでもそういうふうに、思われても仕方ないと思う。そういう感覚もありますね。お互いが私とその第二夫人の関係が、なんかお友達って言えばお友達みたいな今はね関係だけれど、知ってる人からすればね、私たちのこの2人でね、例えばシンガポールにいる時は2人で一緒に買い物とかに行くから、やっぱりイスラムの人はすぐにあれって、そう気づいて友達ではないし家族ではないよなっていうのがすぐ分かるから、やっぱどういう関係って言われた時に第一です第二ですみたいに言うともうみんなうわーってすごい驚いて。だから見る人によれば多分そうは思わないけど、日本人の目線で言ったら、お手伝いさん兼愛人って思うと思う。そうやな、受け入れ方の違いっていうか、そうね、やっぱそこは宗教を理解してないと、まあそう思って当たり前、そう思うと思います。私たち知らないからね、第二夫人との行為を目にするのはトラウマになりそう。もし夫を本当に愛しているのなら、本当に愛していたら全てを受け入れられるという考え方もありそうですね、奥深いですねこのコメント、実際はなんかその時はいろんな感情にもなったけど、でももともとは私がその旦那に要は性に関しても、求められてるのがやっぱり産後間もない時とかは、ちょっとでしんどいなとか思ってる時もあったから、逆にそれを第二夫人がいて第二夫人の方がちゃんと相手というか、してくれるのは逆に私はすごいありがたいことだから、第二夫人に対してもありがとうって感謝をしなきゃいけないなと思ってたし、むしろそれを望んでいたのは私だから、でだからって言ってじゃあ旦那に風俗とか行かれるのは私はやっぱ嫌だなと思ってて、風俗とか違う女性とね、私が知らないところでそういう体の関係を持たれるのはすごい嫌だったから、ある意味こういうイスラム教という中でちゃんと一夫多妻がしっかり成り立つ宗教の中で、それは私もその実際やってみていろんな感情にはなったけど、でも今も全然全て受け入れてるし、全てをなんか理解した上で愛してるし、夫のことも、第二夫人のこともすごい尊敬して愛してる。今はもう本当に愛してるし、そこはでもトラウマにはなってないで全然。だからまたその第二夫人がシンガポールに来て一緒にこの家に短期でもちょっとでも住むってなったら、それはそれでまた私も学んだから、そこの感情を一度、また同じ感情になるかって言ったらちょっとそこはもう冷静で入れてる自分が今はいるから成長してるなと思って、それも旦那さんってその紹介されて第二夫人を出会ったやんか、でその時に旦那さんはその第二夫人のことを、質問にもあってんけど、なんかその愛してるから結婚したのか、もうただ単にそのなんていうのマッチングじゃないけどいろんな条件があったから受け入れたお見合いみたいな感じなのか、もうすごい好きになっちゃってそうね、どっちなんかなっていう。うちの旦那の場合は、友達とかに、誰か第二夫人でもいいよって言ってくれる子がいたら紹介してってもう言うようになって、そしたらもうすぐに募集がいろいろかかってでなんかまあ本当にそれこそマッチングみたいな感じで、面接というか、いろんなこと、直接会ってお話ししてデートしてみたいなのを繰り返していく中で、やっぱり旦那自身が本当に、いいなって思う子、で相手もやっぱりどのぐらい自分に対してその思いがあるかっていうのすごい大事だから、今実際第二夫人になった子は一番やっぱり旦那に対して愛も強かったし、私本当にもうあなたのこと愛してます、もう第二夫人でもいいから私はあなたの嫁になりたいっていう、すごいやっぱその純粋に結婚したいっていう意欲だけじゃなくて、純粋にそう旦那のことを愛してて、でそこに対する旦那も思いを持ってくれてる子に純粋に愛を持とう
って思ったりね。でもさ、私さ今さ話してるのってさ、みんなコメントくれてる人もそうやと思うけど、第一夫人の立場としてなんかこうさコメントしてる人多いと思うねんか。でも第二夫人としてよ、こっちだって選ぶ権利あるやん。そうね、あるってわけよ。そうね、だってそんなお金だけじゃないやん。いやもちろんもちろん、で第一夫人のことも会えへん人って嫌やん。そう、だからいくら一緒に住まないってなったとしても、そうね、だからやっぱこればかりはお互いがしっかりいろんな意味でマッチングしてるっていうのは大事かもしれない。やっぱ相手があんまり愛が強くなくて、ただただ例えばなんかその金銭的にとか、旦那を利用しようとしてたら、そのパターンもあるから。あとなんかこの質問にあったその金銭的な話が出たけど、はい第二夫人にいくらぐらい毎月かかるんでしょうかみたいな話があったりとか、なんか第二夫人の人以降の人たちはみんな貧しいからそのお金持ちの人と結婚していくんですかみたいな感じの質問があったんですけど、実際はどう？なんか別に第二夫人にお金がかかるというか、それは第二夫人ができたからお金がかかるっていうよりも、純粋に家族が1人増えれば、それが子供だろうが、例えばそれが自分が結婚して私に要は義理のお父さんお母さんができましたってなった時も、義理のお父さんお母さんにもお礼の例えば仕送りじゃないけど、たまにねお金あげようとか、たまにはそういう風に外食連れてってあげようとか、なんか出費が増えるのは当たり前で、このお金がじゃあ大体いくらかかるのって言ったら、それは多分その国によっても違うし、そこの家庭によっても基準が違うので、これはちょっと何とも言えないですね、いくらぐらいっていうのはね。私さこれめっちゃ見て思ったのが、なんかみんなさお金あげるのがすごくなんか気になってるみたいな感じのコメントの人が多かったんやけど、例えば私なんかだったら、今の夫が前の奥さんとの子供に仕送りしてたりとかで、なかったらお金を渡したりとかしてると思うんですよ。別になんていうの、それって別に私にとっては何もおかしなことと思わないし、なんか嫌な気持ちになったことがないのよな。なんかその第二夫人やからお金渡したくないというのではなく、家族が増えるっていう感覚のそのなんか経済的な感じだと思うねんけど。そうですね。なんかみんなすごいそこにこだわってるなっていうふうに私はちょっと感じたかな。なんかそこはなんか感覚の違い、なんか愛人にお金を渡してるとかだったらなんかそういうふうに思いがちなのかな。でも、そもそもイスラム教の中の一夫多妻制は、お金持ちじゃないと結婚できないってわけではなくて、いくら貧しくても別に本当に子孫繁栄のためだけに、その国だったらお金がなくても成り立つっていうのもあるんですよね。だから別にそのお金が全てじゃないし、でうちの場合も第二夫人が逆に別にお金はいらないって言ってて、だから第二夫人の場合は逆にうちの旦那と結婚したのもお金目的ではないですよね。純粋にあなたの妻になりたいし、第一夫人のそれこそポポちゃんを尊敬してて、この人の逆に第二夫人になれるのも嬉しいっていう感じの、本当に要はシスターって感じで、呼び合ってるんだけど、それが彼女にとってもすごい嬉しかったみたいで、だから別に彼女自身がお金を求めてもないんですよね。なんか家族になるってことやな。そう、本当の意味でそう家族になるという、日本人が思いがちなその愛人みたいなのはちょっともう別問題なので、そうやな。なんかなんとなく私もより理解ができてきた。深まる。皆さんのコメント見てもすごい面白かったけど、なんかすごいいろんなこと知ってる人が多かったからさ。マレー系のシンガポール人の夫がいます。前回の動画を見てその後が気になっていました。すごい。ってことは彼女はシンガポールに住んでいるんですね。マレー系のご主人で、私は同じだ。で結婚して15年ですが、イスラム教は非常に難しいです。それは知れば知るほどそう思います。今回のポポちゃんのケース、この状況を認めているから偉いとか認められないとダメなムスリムとかの問題ではないと思います。ムスリムの守らなければいけないことはたくさんあって、世の中のムスリムがそれを 100% できているかといえばそうじゃない人もかなりいます。だって人間ですから。そうね。いかにその状況の中で自分が納得する形で気持ちの折り合いをつけていくかが大切だと思います。
いろいろと我慢して全てを受け入れて精神的に病気になってしまうより、その宗教をリスペクトする気持ちが大切で、理解できないことは無理して理解しようとしなくてもいいと思います。時がいろいろと状況や気持ちを変えていきますから、どうぞポポちゃん、まず自分の気持ちを大切に向き合ってくださいね。優しいですね、この方のコメントもいやでもそれ国際結婚の人からも結構そのコメントが来てて、私のパートナーが欧米人でそもそも結婚の概念もない人なので、数年そういうのを理解するのも数年かかりましたって。何が良いか悪いかではなくて、自分たちのスタイルを見つけていって一緒に成長できればいいのではないかなというふうに思いました。私も本当にこの宗教っていう問題すごく大きいかもしれないけど、でもどの結婚にもあるようなことやなっていうふうに私はすごい思ってて、だからこの人の言っている気持ちの折り合いをお互い納得していけばいい話かなっていうふうに、めっちゃ思って、この人はほんまそれって思った。この人深いです。だからね、すごいね、だから自分の経験からすごいモスリムが難しい、やっぱり理解できないこともいっぱいあって、あります。もうすごい、本当にあります。私も今も全然あります。できないこともたくさんあるし、大家族やし、なんかもう違いすぎる本当に違いすぎる。でもそこでどんだけ柔軟に受け入れたりとか妥協したりとか、中にいろいろやって、やっぱポポちゃんすごいですね最初に戻るけどね、でもこの一夫多妻もやっぱ私発信だからね、私はハッピーです。むしろそうだな。で旦那にはちゃんと言いました。第二夫人のことも幸せにちゃんとしてほしいし、一緒にみんなで幸せにならないとダメだから、そこを受け入れての第二夫人やもんね。そうお子さんのようにポジティブで前向きな人でないと成り立たないんだろうなと感じました。それはそれやな。それはあるかもしれないよね後ろ向きで不安ばかり抱えてたらそれはね絶対できないと思うね。そうだね。何が良い悪いだけではなく、自分たちのスタイルを見つけていって一緒に成長できればいいのかなというふうに思いました。まさしくその通りですね。なんかその結婚というかパートナーシップとか人生歩んでいくって成長でしかないもんね。そうですね、いいこともめっちゃあるけどさ、妥協の連続でもあるやん。でもこの最後にほらコメントで、結婚まだですが一夫多妻がいいな、自立してる女性なら、その方が気持ちが楽でいい、共に協力し合って家族として生きるのは素晴らしいことだ。これすごいなんかかわいいね。多分なんか私に近いかもしれない。こういうふうに思って私に似てるかも。多分すごく自立して充実されてる。もう結婚なんてもうわーって愛してみたいな感じでやるよりこのぐらいの方がうまくいくような気もするしということで最後ね、私ねすごいねこの人のコメントいいなと思ったのが、ポポさん素晴らしい、現地のムスリムの方々に称賛されて、それが日本人、最近の日本国内は酒がしすぎてジェンダーにうるさすぎて本当に嫌になっておりました。この人まあジェンダーの方なんですね。僕は海外留学中にムスリムの友人にはよくしてもらったので、ポポさんのような日本人女性がいるということが誇らしいです。これからもネット上の批判などは気にせずご主人によろしくお伝えください。嬉しいですね。なんかもうすごいなんかほっこりするコメント。この方は多分ご自身で批判されたりとかしたそうでしょうね。のかな。やっぱり批判的な意見も今回多かったけど、これからもね前向きにね、私らしくほんまそう。こんな感じで今回の動画は終わりますけれども、たくさんのコメントお待ちしております。ありがとうございます。あとポポちゃんの料理教室に参加した人は概要欄にインスタグラムを貼っているので、またそちらをフォローしていただいて、また新しいね新授業もできるかというふうに思っておりますので、またシェアしたいと思います。はい、ということでこの動画がいいのと思ったらいいね、たくさんコメントお待ちしております。ありがとうございます。ありがとう